こんにちは、モーリーです。闘病自己投資ということで、今回は一生に一度は行ってほしい日本最北に位置する離島ランキング1位の島、利尻島の旅をお届けいたします。最北の絶景、絶品グルメ、至高の温泉と揃いすぎて、まさに大人の穴場旅行先。これは見逃せません。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。利尻島は北海道稚内市から約52キロ離れた周囲約60キロメートルの小さな島。人口は約4000人。島のシンボルで別名利尻富士とも呼ばれる利尻山は日本百名山に選ばれています。島には大自然が織りなす絶景ポイントがたくさんあります。利尻はリーシリというアイヌ語から来ており、高い山のある島という意味を持ちます。島のほとんどが利尻礼文サロベツ国立公園として国立公園に指定されていて、特に6月から10月は高山植物や登山が楽しめるベストシーズンです。標高1721メートルの利尻山は天気が良い日には海を挟んだ稚内市からもその姿を望むことができます。利尻島の歴史はアイヌ文化と深く結びついています。アイヌの人々は海や山の恵みを生活の糧とし、自然と共生する独自の文化を築いてきました。江戸時代には利尻島は異民族が住む蝦夷地として松前藩の支配下に置かれ、日本本土との交易が盛んになりました。この時期、島には漁業を中心とする産業が発展し、昆布や魚介類が特産品として日本各地へと出荷されるようになり、特に利尻昆布は出汁を取る際の豊かな風味で高い評価を受け、現在でも日本を代表する昆布の一つに。また利尻島の海産物も絶品です。特に新鮮なウニは利尻昆布を餌にして育つため、甘みとコクが格別です。ウニ丼やウニの刺身は島内の多くの飲食店で食べることができるので見逃せません。アクセスは飛行機だと丘珠空港、新千歳空港から直行便が出ています。稚内からフェリーで行く方法も一般的です。島内は車であれば約1時間から1時間半ほどで一周できます。それでは離島ランキング1位の島の魅力を一緒に味わいましょう。来ました。稚内フェリーターミナル。それではね、利尻島に向かって行ってきます。一島アイランドビューシートなんでこっちです。ありがとうございます。おっと、誰もいない。もしかして俺だけ？一人でこの席全部使うの？すげえ。奇跡。いやー、まさかの貸し切りとは。でも値段的にも5620円なんで、いやー快適っすね。あ、なんか足オットマンが上がる。おーい、めっちゃいいやん。最高っすね。これが2等なんや。あ、2等もそんなにおらんな。2等でもよかったよ。あ市長さんと船で出会いました。視聴者さんと喋ってたらいつの間にかもう船出発してました。今日ね、僕レンタカー借りれてなかったんで、視聴者さんがレンタカー借りてるから一緒に行きますかみたいな。なんとそんなドラマのために僕今日レンタカー借りれなかったんですかね。だんだん近づいてきましたね。さあ着きました。利尻島です。あ、礼文駅とかいろいろ出てるんだ。利尻屋っていう水もあるんや。はい、それでは視聴者さんに乗せてもらって、ちょっと今日は下見みたいな感じで行きたいと思います。さあやってまいりました。ミルピスっていうね、もう利尻に来たらもうまず立ち寄るみたいな、カルピスみたいな味のものが飲めるということでやってまいりました。ミルピス。うまっ。美味しいですね、これ。カルピスと、ヤクルト混ぜた。ああ、そう、ヤクルト混ぜたみたいな感じ。ありがとうございました。利尻でしか飲めないですね。美味しい。最高でした。
来ましたね。カムイテラス。なんとここでウニの手づかみ体験みたいな、ウニ取り体験ができるみたいで、本来だったらね、あのボートでウニを取りに行って、それで自分で開ける体験できるらしいんですけど、この波ですからね、さすがに行けませんね。そう試しますよ。おお。これ北紫ウニ。北紫ウニ。はいあ、動いてる動いてる。どうぞやってみてください。じゃあちょっとやってみるか。こういう感じです。はい。で、ここのクリックエンドを叩いていただく。だけど。綺麗に割れました。は素晴らしい。い。で、これをで、あとはこれを並べていただければ。はい、それでは取れたてのウニいただきます。甘いけど。うまっ。おいしい。うまっ。なんもいらんすね。最初から入ってるこう塩の加減で、いやこんな体験もできてこのうまさ味わえたら価値ありますね。確かに。さあ、なんとここにも霊峰湧水という恵みの水があります。めっちゃ勢いよく出てる。あ、冷たい。めっちゃ冷たいな。よっしゃ、これ飲んでみよう。うまっ。ビール飲みたいと思ったけど全然これでもうまいやん。最高っすね。北千宝市三崎海岸。天然のウニや昆布や利尻の海の様子が分かりますと、ここなんかアザラシがいて、アザラシに餌やれるみたいな。でアザラシもなんか普通にいるらしいですけどね、天然の。でもさすがにこの波ではおらんか。ここに何がいるんや。ここにアザラシがおるな。ちょきっとおいおいおい、早っ。めちゃめちゃ早いな。あのアザラシ、天然のアザラシかと思ったら、なんと稚内のあの水族館からレンタルしてるらしいです。あ、昆布買えるんや、ここで。昆布の試し。ちょっと良し悪しがわからん。あ、でもだんだんめっちゃ深い味が。利尻昆布はね、なんかこう分厚さが有名なんでだしにぴったりみたいなんですね。だからさっきパッとこう食べた時の味はって思ったけど、だんだんなんかこう味が出てきたっていうのもやっぱだしぴったりということなんですね。ここに飲食店もちょっとあるみたいですね。ここ Google の評価良さそうなんで、ちょっとこっちに行こうかなと。はい、それではね、いただきましょう。まずホタテのバター焼き、今剥いたばっかって言っててうまそう。うまっ。これはうまいよ。でこっちはホタテ普通の最高ですね。ホッケのかまぼこ。ホッケかどうかは分からんの。でもうまい。酒が飲みたくなる。ソフトクリームうまそうやな。これも全部利尻のなんか。利尻の熊田さん。熊田さんお肌の。あ、浜ナスにしてみようか。あ、ミックスにします。浜ナスと熊笹茶。いただきます。熊笹は、若干抹茶っぽいけど、でも抹茶ではないですね。ちょっとお茶を感じる。ちょっと苦味も感じる味。うまい。あとは花マス、浜ナス。こっちはフルーティーななんか香りもなんか感じられる前ですね。来ました。利尻イレブンサロペツ国立公園おたとまり沼。そしてここには天皇皇后両陛下来られたんですか。ここはなんか曇ってても雰囲気あっていいですね。晴れてるとあそこに利尻打ちが見えて、そしてこの沼に反射して逆さ富士も見えると。これは明日ちょっと見てみたいですね。明日チャンスあるかな。こっからどう変わるのか、どっちもお届けするのがモーリーチャンネルです。
姫沼園地っていうところに来ました。あ、晴れてるとああいう感じで反射するんですね。20分歩くって書いてます。来た、姫沼来ましたね。皆さんには見えてないですか？僕には見えてますよ。利尻富士と反射した姿が。明日また晴れてる時に見に行きたいと思います。ここでね、降ろしていただきました。ありがとうございました。本当に。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。ちょっと一旦荷物置いていきましょうかね。今日一泊目泊まるのはこの旅館成田さんというところで、食事もここでしたいなと思ってます。はい、お部屋がこんな感じになりますね。全然十分ですね。で、温泉までね送迎してくれるらしいんで、温泉行きたいなと思います。今から。利尻島には2つ温泉施設があって、どっちも町営らしいんですけど、もう一つの方はなんかホテルが併設されてるみたいですね。いやー、最高でしたね。ぬるぬるした泉質で良かったです。紫ウニです。紫ウニ。はい。で、ホッケの煮付け、キスカジカ、こちらイクラですね。あと生コスで、ボタンエビと生タコ、一回も茹でてないんですよね。生のタコを冷凍して出してるんですけど、で、あとこの辺は利尻昆布と、これ青粒と、まあズワイガニの爪ですよね。で、これが豆板焼き。じゃあ温泉後いただきます。絶対美味しい。いただきます。じゃあまずお作りからいただこうか。ホタテうまい。ウニいただこう。めちゃくちゃうまい。利尻昆布、ホッケの煮付け、イクラうまそう。カジカっていう魚の男山に利尻の限定のラベルかな、これ。タコ食べましょう。歯応え素晴らしい。明石のタコもすごいけど、ここはここでうまい。エビの子、痛風なるわ。鍋みたいな、そのままあれでもしっかりついてる。ナマコ、ホッケの煮付けうま。これはご飯が好き。ズワイガニ、エビ、味噌汁うまそう。旅落ち子投資、読むだけで人生が豊かになる大人のための旅エッセイが出ました。もともとね、旅なんてもう意味がないと思ってたね僕が、旅を通じて価値観が変わって、こう人生が変わっていく、そんなエッセイとガイドになっております。実際の予定やね、プランニングなんかも載せておりますので、実用度もバッチリです。大人のあなたにこそおすすめの本になっております。ぜひどうぞ。旅で人生が動き出す。おはようございます。今4時55分ですね。めちゃくちゃ早起きしました。そしてなんと昨日はあんな大荒れだったのに超快晴です。来ましたね。あそこ登ります。こっから行くのかな。結構きつい坂を登るみたいな感じで書いてたんで、ちょっと心配ですけどね。ちゃんとこういう道になってるんですね。なんか広場に来た。会津藩士の墓。
江戸幕府よりロシア側の襲撃に備えるための蝦夷地防備の命を受け、1600人が松前、宗谷、利尻、樺太、積丹に出陣しました。でこの利尻島には250人が駐屯して、ロシアとの交戦ありませんでしたが、病死あるいは樺太警備の帰りに現在の主府町で起きた関税丸漂着事故により多くの藩士たちが亡くなりましたと。それの墓なんですね。来たペシ展望台行きます。あそこに見える橋、あそこが自転車じゃないといけないらしいんでね。伏見岬コース案内。お、上が見えてきた。もしかしてついに来たか。来た、来ました。よし、いざ展望台、これだ。朝日見えるね。雲が、しかし素晴らしいな。これは絶景や。来ましたね、朝日。めちゃくちゃ美しい。朝食です。うまそう。いただきます。もう。ご飯が進む。はい、それではね、今8時16分になりました。10時半からね、レンタカー借りることにしてるんで、ちょっとそれまでね、自転車借りようかなと思ってます。なんでかというと、自転車でしか通れない場所があるらしくて、なんか1時間ぐらいだけ自転車借りて、ここですね。1時間400円で借りれますね。さあ、スタートしました。いやー、自転車クロスバンクやったら大丈夫でしょう。きつい、すでにきつい。めちゃくちゃきつい。なんじゃこれ、坂多すぎる。ああ、そろそろサイクリングロードのはず。ああ、いた。もうスタートからバテバテなんですけど、こっからはもう原付すら入れません。自転車のみ。安心ですね。美しい、最高ですね。でも自転車でしか見れない絶景があるって聞いたんでね、それだけを楽しみに行きます。ここが頂上になるんですね。よっしゃ、来ました。いやー、素晴らしい。これを拝みにだけ来ました。素晴らしい。利尻富士も見え隠れしてますが、美しい。最高。よっしゃ、絶景最高。よっしゃ。いやー、天気が変わるとここまで違うんですね。めっちゃ美しい。漁港も美しいな。透明度がすごい。でこの利尻島にはね、行き方いろいろあって、稚内から来る方法もあるし、礼文から来る方法もあるし、札幌からだったかな、利尻まで飛行機が出てます。羽田から利尻もあったんかな。ただ飛行機は結構欠航になる可能性があるんですよ。なので僕としては稚内から利尻に船で行くのがおすすめかなと思います。快適でしたしね。宿の人にちょっと教えてもらったんですけど、トンネルがあって海に抜けれるとこがあると、それはちょっと見ておきたいなみたいな。ああ、これか。おお、美しい。これはいいな。風が今日は強いですけど、でもやっぱ海はいいっすね。気持ちがいい。なんか南の島とやっぱ違って、こう空気が澄んだ感じがありますね。やっぱ涼しいからかな、爽やかなんですよね。絶景っすね。
ありがとうございました日本レンタカー来ました。はい、それではね、レンタカー借りました。昨日ね、市長さんと出会ったおかげで、一通り回ってるんですけど、でもやっぱ天気は違うんで、全然見栄え違うと思うんで、行きたいと思います。それでは、行ってきます。さあ、昨日も行きましたけども、全然やっぱ見栄えが違いますね。確かにこの橋見たな。さあ、どんな沼が見えるんでしょうか。北姫沼。来ました。しかし反射はしてない沼です。しかし美しい。しかも利尻富士がちゃんと顔を出してる。大事な時には顔を出してくれるんですね。素晴らしい。ちょっとだけ奥の方も行ってみましょうか。何かが変わるかもしれない。こっからも素晴らしい景色見えるけど沼です。反射してない。おー、綺麗。はい、この展望台を見ておきましょう。姫沼展望台。サハリンとか礼文島が見えますね。礼文島もはっきり今見えてますね。さっき登ったペシ岬、夕日が丘展望台とかノシャップ岬まで見えるんですね。そこまでははっきり見えないな。二関海岸公園みたいなところに来ました。誰もいませんね。それではこの石ころアートなんか描きますかね。旅は自己投資。これ探してみてくださいね。おたとまり沼、またやってまいりました。逆さ富士までは見えないですね。やっぱ風が強いからな。美しい。素晴らしい景色。逆さ富士も見たかったですけどね。この風が吹いてるからこそ、これ何かすすきなびいてる音がね、さらさらと聞こえて美しいですよね。南原湿原というところですね。ここも沼になってるのか。いきなりスタートするのがいいですね。ここに沼がありますね。で、南原湿原の歴史。南原湿原は4400年前後から形成が始まったと考えられており、約113種類の植物が分布していますと。また高層湿原の特徴である水苔と低層湿原の特徴である水芭蕉が分布している不思議な湿原は、日本の中でも南原湿原だけと言われ、とても珍しく貴重なものですと。なお南原湿原は利尻富士町の文化財にも指定されていると。なるほどな。そういうやっぱこう生物詳しい方にとってはもうすごい場所なんでしょうね。千宝市岬海岸やってまいりました。あららしさは昨日より上じゃねえの。アザラシいるかな。泳いでるやん。あんま変わらんすね、昨日と。晴れてるだけや。すごいところに弁天宮があります。龍神の岩由来。昔からフォローの話によれば、大正の初期、ある日日暮れ時
大沢り地鳴りを立てて降りてくる何者かがあり、それがこの大岩で消えたと伝えられ、当時は吉凶いずれかのお告げとして誰もが目して語らず、ある時通りがかった修行者がこの大岩に祠を建てて信仰するようよろしくして立ち去ったという。ここに昭和54年北の厳島弁天宮の標識を建立、初めて龍神の岩が広く世間に知られるところとなったと。昭和55年元総理大臣三木武夫先生のなんとかによる龍神の岩の日を利尻町観光連盟が建立し、北の厳島弁天宮の守護神として一向神を含めるようになったと。守護神なんですね、ここは。それでは入っていきましょう。ここに龍神の岩、龍神の岩か、そんなものが、どれは龍神の岩。この今乗っかってる岩そのものが龍神の岩なんですかね。多分そういうことですね。この今乗ってる岩自体が守ってくれたということですね。焼き醤油ラーメンに道産小麦ストレート麺。はい、それではいただきます。おしが利尻昆布。初めて食べるような味わいですね。とろろ昆布入れました。なんとこの廃校になった中学校にコワーキングスペースみたいなのができてるらしくて、ここ行きたいと思います。ちょうど仕事が遅れてたんで助かりますね。いやー、結構長居しちゃいましたね。それではね、レンタカーも返しますかね。ここが空港ですね。利尻エアポート。今回は利用しませんが、空港ですね。利尻空港。綺麗な空港ですね。素晴らしい。次の旅館まで送ってくださいます。ありがたいですね。さあ着きましたね。今日の宿泊場所は斉藤旅館になります。好評なところなんで楽しみですね。はい、こんな部屋になりますね。広い、すごいな。でテレビとか扇風機とか冷蔵庫もね、ありましていい感じですね。ちょっと自転車で夕日見に行きます。これは素晴らしい。上に行ったらめっちゃ良さそうやな。おお、めっちゃたくさんの人が来てる。来ました。これは素晴らしい。さあまた温泉まで送っていただきました。ありがたいですね。ここで入るっていうのがなんか定番なんですね。はい、今日の料理はこちらになります。めちゃくちゃ豪華ですね。お作りもめちゃくちゃ豪華ですね。ウニもこんだけあって、これはつぶ貝、貝系物がありますね。ホタテですね。これはタコのサラダですね。で、これは何でしょうか。ホッケかな。で、こっちのちょっと後でまた聞きます。で、この海苔で巻いてるのがウニの天ぷらみたいですね。めちゃめちゃ楽しみですね。すごい豪華。それではね、お風呂上がりなんで、早速いただきましょう。
最後。いただきます。やっぱ刺身からいただきますか。サーモンからいただきましょうか。いただきます。うわ、口の中でとろける。めっちゃうまい。サラダから食べた。うん。あ、これうまい。最高です。ホタテ。うん。ちょっと香ばしい感じで焼いてて。まあ、今日は昨日も食べましたね。美味しかったですね。利尻富士 A 線。じゃあこの貝をいただきます。わさびもねちゃんと生わさびですね。歯ごたえと柔らかさのバランスが絶妙。いただきましょう。この A 線。キレがあるのにフルーティーで、しかも後味すっきりみたいな。でなんか透き通った感じ。なんか綺麗な水で作ったみたいな感じの。それでいてなんか懐かしさも感じるみたいな。そんな味ですね。これうまいですね。アワビ？アワビなのかな。アワビっぽいけど、でも貝の上に入ってる。うまっ。コリコリすごっ。タコの歯ごたえも素晴らしい。じゃあウニの天ぷら。ウニって天ぷらにしたらこんなにうまいんや。次はヒラメのカツいただきます。うまい。ウニどんだけ食うねん。霊峰の雫。これはちょっと甘めらしいですね。霊峰の雫いただきます。結構綺麗いいですけどね。これの方が料理には合いそうですね。さっきのお酒はそれだけ飲んでも美味しいけど、こっちは料理と合わせると美味しいですね。ちょっと最後の最後に残してた丼いただきます。すごいっすね。これもう贅沢を極めたみたいな丼ですね。ウニとイカラとアワビ、こんな丼あるんですか。これはやばいな。ご飯も半端ない量入ってる。美味しくないわけがない。こんな。贅沢の極みやな。いやー、利尻島の旅の満足度が爆上がりしたな。やっぱ旅館いいっすね。昨日の成田さんもそうだし、ここの斉藤旅館も満足度が高い。素晴らしい。この利尻島の旅はね、満足度上げてくれてる。さあ、それでは今10時なんですけど、もう寝てもいいんですけど、やっぱ利尻島ラストナイトということでね、繰り出したいと思います。ありがとうございます。行くんですか。じゃあどうぞ。ありがとうございます。いきなり初めての人と一緒に飲むことになりました。マンチョコの短い時間でした。ありがとうございます。いやー、島の人の出会い楽しいですね。はい、これが朝食になります。ヒラメ、うまそう。酒、とろろ昆布の味噌汁ですね。さすが利尻島。いただきます。とろろ昆布うまい。はい、それではね、利尻島のね旅がこれにて終わりになります。皆さんの目にはねどのように映ったでしょうか。初めて来ましたけども、やっぱりねその南の島とかとは違う、その北の離島ならではの空気感だったりとか、植物とかねもそうですし、非常にねこの9月行った利尻島はもう気持ちがいいなって感じでした。雨の日もねありましたけども、もうそれはそれでね楽しかったですし、特にやっぱ晴れてる日はめちゃくちゃ気持ちいいですね。で今も気温が21度でめっちゃ涼しいです。これは9月はいいと思いますね。紫ウニが主流になるんですけど、全然紫ウニでめちゃくちゃ美味しいんで、ちょっとね飲食店は入りにくいのと、評判もあんまり良くなかったんで、今回は取らなかったですけど、地元の方が言うには普
普通に美味しいということも伺ってて、でも今回動画で見てもらったように旅館で食事を楽しむっていうのがすごい満足度高かったですね。旅館の人との話だったりとか、送り迎えしてくださったりとか、温泉に連れて行ってもらって温泉に入るって過ごし方とかで、なんかゆっくりできた気がします。非常に充実した旅になりました。でこのまま次礼文島行くんで、そういうまとめてねいろいろ行けるっていうところもすごくいいなと思いました。というわけで利尻島の旅を締めくくりたいと思います。はい、次にですね、モーリーチャンネルの新しいコミュニティができました。ディスコードというアプリを使うことになるので、こちらの QR コードからぜひどうぞ。完全無料で参加できて、メンバーの方しか見れない内緒話コーナーもあります。ぜひどうぞ。インスタグラムや X、スレッズもフォローお願いします。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったらニンテンドースイッチあります。対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットも2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れるなんて思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでこれだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キルリュックベストの新作キルリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらが好きな方をどうぞ。旅は自己投資。はい、皆様大変お待たせいたしました。リクエストの多かった夏用のキルリュックが誕生しました。その名もキルリュックエアーということでね、めちゃめちゃ軽くて薄いのに収納力抜群です。なんと透明の入れ物もつきまして、ホテルのカードだったりとか航空券だったりとか見せたいもの、どこに置いたかわからなくなるもの、ここに入れとくことができます。しかもですね、キルリュックベスト2重ね着できたりとか、その上にさらにキルリュック LS を重ね着することで収納力が2倍3倍に増えていきます。全部揃えてどうぞ。まさに旅は自己投資。最新の動画は長編になりますが、ぜひメインチャンネルもよろしくお願いします。